にちは。今回は瑠璃の宝石第4話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。大学の研究室に入り浸れる光一ってすごいよな。この研究室は2人しかいないのか。部外者入り浸りっていいのか。本当は良くないけど、外部に漏れてまずい機密もないような研究なんだろうて。こいつちょろかわいいな。喜び方が小学生。教授か助教授が全く出番ないのが不思議。机に正座するな。こんがり焼けたりしないのか。赤髪の子はなんかクソデカ感情抱えてそう。しかしこの川の水きれいだな。昨日見た隅田川の水とはえらい違いだ。キャストが倍になった。高校のクラスメイトっぽい赤髪はこの後仲間になるキャラか。ピンク髪も可愛いからレギュラーになってほしい。大学に入り浸りすぎだろ。今こんな簡単に大学でいいできるの。なんで研究室にはキムワイプなのか。吹いても繊維くずとか出ないから。毛羽立たないし拭き跡が残らない。液晶モニタとか拭くとき便利。着物の染み抜きと同じ原理でいいよね。鼻をかむとえらいことになるキムワイプ。タングステン高種族鉄鋼弾の材料だな。白熱灯のフィラメントって覚えるだろ。普通フィラメントって竹だろ。白目。もう製造禁止だから。南海の海底からも取れるようになればいいな。レアメタルコストがね。地質や鉱物アニメなんて絶対面白くないと思ったけど、見せ方によってだいぶ面白くなるんだな。さすが鬼舞のスタッフ。面白くないところもちゃんと描いてるのにすごいよね。根性ありすぎて怖い。もう完全にこの研究室の一員だな。これ瑠璃の友達も石にはまっていくのか。綱見てただけなのに面白いな。ほんといいアニメだわ。いちいち足描写がエロい。結構水もすくってそう。素足フェチすぎる。膝裏。いい太もも。いじめの対象になっちゃわないか心配だな。毎日こんなことして大丈夫なのか。こいつが新キャラか。袖が短くてエッチーな。お前は本当の採掘を知らないとか言ってきそう。ほのぼの日常アニメやな。毎回丁寧に作られててええな。ここまでガチでやってれば、レポートにまとめれば地域のニュースで鉱物学高校生って紹介されるレベルやな。正直この回が一番地味になりそうなのは原作読んで知ってたから不安視してたけど、想像以上に素晴らしかった。クラスメイト2人を先出しするアニオリ部分もお見事。サファイア編はワクワクするから楽しみだ。ちょろく説得されるけど、次のカットではクソガキ発動してるバランス好き。もうすっかり地質調査員。しっかりとした成長が見れたな。なんかこう1から3話までと違った成長というか、瑠璃が次のステップに進んだ感ある。毎度回の締めがいいよね。瑠璃ちゃんの良さが分かっていく。大学に入り浸る高校生。実にアカデミックじゃないか。本当はこういう子が必要なんだよ。これで瑠璃ちゃんがこの大学に入学すればウィンウィン。性格の角が取れ始めて大人っぽくなってきたな。瑠璃が宝石なんやな。好奇心の原石が磨かれていく。研究者からしたらこんな子見つけたらめちゃくちゃ嬉しいだろうな。凪さんの指導教授みたいな人おらんのか。ロックは淑女のたしなみとはよく言ったものだな。動きの少ない解説パートのおかげでリソース集中できるのか。普段のキャラはよく動くな。ほんとなんかすげえいいアニメだなこれ。正しい意味での教育や勉強や作業を教えてくれるとわかるわ。勉強が目的のために大切だと教えてくれる凪さん好き。キムはエプなんでも使えるな。専門家でもこんな効率化気づかないもんなんだな。手作業が苦にならない人は意外と気づかないものかもしれん。面倒って思っている人が現状に不満を持って効率化したいと考える。凪さん一見優しいだけのように見えて、やっちゃいけないようなことしたら怒らないまでもしっかり諭すし、突き放すときは突き放すよね。笑顔で楽しようとした瑠璃ちゃんにダメだってさらっと言うシーン教育者。前回が文献だけじゃなくて実物見に行こうぜ。
の回だったのに対して結構対比になる回だったかもしれない。研究の過程で自分で発見する楽しさを瑠璃に体感してもらうために、簡単に答えを教えない凪さんが教育者であり研究者でもあるのよ。前回の本当の冒険みたいなのとは違うけど、今回の顕微鏡で見る砂にもまた広い世界があるんだな。地道な方法で効率化することも知ったりして、瑠璃ちゃんの世界がより広がりそうだな。超地道な作業をこんなに見応えあるものに科学的思考を分かりやすく伝える手腕に脱帽。しかもみんな可愛い。凪さん指導者としても優秀すぎない。こう見てると瑠璃って研究者としてめちゃくちゃ有望だな。高校生のうちから大学生のもとで正しい研究のやり方を学びつつ、サンプル採取から観察まで一人でこなせるようになってるって。高校生の時期にやりたいこと見つけられるの羨ましいな。瑠璃が自分で効率化を見つけた時成長を感じた。知識というものはやっぱりあるに越したことはないんだよな。すんごい面白いぞ瑠璃の宝石。サファイアの回3話までは山歩き川歩きの現地調査だったけど、今回は顕微鏡を使った地道な調査から、前回凪さんが言ってたのはこういうことか。顕微鏡なのにすごく広い世界を見てる。毎度凪さんの言うことには感心させられる。そして瑠璃がちょっと成長したような。私たちが見ている世界は狭い。砂の中に見える世界は広い。楽は楽でも余分な仕事を減らす。効率化、必要な仕事を減らす。手抜き、砂、石の本質、性質を理解することの重要性含め、サファイア探しから多くの発見が得られた描きに、研究、調査という行為の意義が詰まってた。このアニメほんの数秒の身体描写を本気で描いてくるんですよね。瑠璃の手足の水滴とかハッとさせるリアリティがある。この類の描写があるからこそ、鬼前張りのアニメ的キャラと客観的即物的な自然描写が馴染むんだろうなと感じる。ほんといい絵作りです。このアニメがきっかけで夏休みの自由研究を鉱物採集にしたちびっこは果たして現れるのだろうか。朝ドラランマンがやってた時は植物採集を自由研究にした子供が結構いたとかいう噂を聞いたことがある。砂の中にある鉱山の道しるべ、宝石のかけらを探す地道な作業にこそ意味がある。今まで以上にロマンから研究に着目しているような回で、これまでと別の視点から引き込まれた。多分それが自分の目で見るってことなのかな。最後の瑠璃の表情は研究者の風貌を感じました。顕微鏡を通した地味な作業がメインだが、ワクワクするのは主人公と同様の視点にいるからだろう。行動力だけではどうにもならない作業。効率化するのは知識だけれど、知るだけでなくて理解してこそだろう。豊かさの映像の根底には研究の姿勢があってよい。科学的に正しい研究をすることの大変さを、エンタメとしての面白さを保ったまま正しく分かりやすく伝えられているのが本当に素晴らしい。幅広い層に研究とは何かを理解してもらうための知育作品としてすごく価値がある。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。